今日はインタビュアーみーちゃん、よろしくお願いししくおます。願いします。今のご主人、はいカップンとの出会いは？カップルとの出会いは多分書いてないね。そうですってよかった書いてないわ。出会いはですね、私が秘書をやっていたんですよ。秘書。会社で？いや、個人で、まあ、秘書っていう一応秘書っていう名前なんだけど、なんかねお話し相手みたいな感じだったんだけど、保木徳田さんってね、今も90歳で現役のジャズシンガーピアニスト、弾き語りをする保木さんっていう方がいて、なんていうの、本当に今90歳ね、この間もちょっと見に行ってきたんだけど、その方の本当に秘書をやってる人がいて、その人が自分が田舎に帰ってしまうので、やっちゃん継がないみたいな感じで、その方の、秘書というか、お話し合いで、その人の自宅に行って、夜はね六本木のお店でジャズシンガーのね弾き語りをやっている人だったんだけど、その人の昼間のお家に行って、住所整理をしたりとかね、あと振り込み、銀行の振り込みとか、もうアーティストだからさ、銀行の振り込みとかができないし、あと絶対音感がある人だったから、掃除機とかかけらんないの。もう掃除機がもうすごいことになっちゃったって、そう頭がすごいことになっちゃう、音符がバーってなっちゃうから、だからもうほんとそんな感じで。1日4時間週3回週に3回っていうのをやっていたんだけど、その保木徳田さんっていう人が、ヘンリー・ミラーって文豪作家さん、有名なね作家さんがいて、その人がおじいちゃんだった時、60歳ぐらいの時に、まだ保木さんが20代とかめちゃくちゃ若くって、でそのヘンリー・ミラーの8番目か7番目の奥さんっていう人なのね。だからその大富豪でもお金は一銭もうもらってないんだけど、その大作家と一緒になったっていうので、結構有名なおばさまで、昔は小堺一樹さんがやってたさ、ごちそうさまとかあったじゃない、あれにご意見番のおばさまとして出たりとかもしてたし、あとデヴィ夫人とかもすごく仲が良くて、私も何回もお会いしたことがあるんだけど、そういう方の秘書に行っていて、うちの夫はその保木さんがピアノを弾くお店の常連さんだった。だから保木さんと仲良かった。それで私はお店には行かないんだけど、たまにお店に遊びに行ったりもあるし、あとご飯を食べるとかね、なんかその同伴出勤みたいなのがあるじゃん。知ってる？同伴出勤で夜のお店に行く前にご飯食べてからお店にそのままお客さんと行くっていう、そのね同伴のところになんかよく連れてってもらってたのね。だからなんで私こんな美味しいものだけ食べてお店も行かずに「じゃあ失礼します」って帰っちゃうんだけど。でもなんかすごい連れてってもらってる中の一人だったのね。じゃあその時に一緒にいた？一緒にっていうか、そのお客さんの中の一人がカップンで、そうなんですよ。それで、まあね、見初められたっていう形ですよね、きっとね。それ最高。そう見初められたが最高ですよね。そうなんかね、全然私はなんか素敵なっていうか、なんだろう、別に恋愛対象で見たことはなかったんだけどなんかの時にいきなり、初めて私が携帯を持ったのかな。携帯を持った時に、ちょうどお客さんで来てて、ちょうどお店で会って、私これ電話が鳴らしたいから、ちょっと電話入れてみて、鳴らしたいって言ってやったら、それから毎日かかってくるようになって、あれと思って。っていうなんかね、後から言うと「やっちゃんそれ計算でしょ」とか言われたりするんだけど、でも本当全然計算じゃなくて、本当にかけたかったの、かかってきたかったし、すごいねモテる人だったのね、かっこいいので。なんかもう本当その保木さんのお店の人、若い女の子とかも「もう篠原さんかっこいい」とかいうのをすごいいろいろ聞いてたから、私はただ遊び人だと、六本木の遊び人だと思っていたので、なんか私はそう夜のお仕事ではないので、からかわないでくださいみたいな感じだったんだけど、でデートを始め
ってたら、なんかね行くお店で、お店の店主の人がカップンがトイレに行くと来るの。それであいつ本当にいいやつだからお願いねって本当にいいやつなんだよって言われて、これは本気なのかと思ってっていう感じから始まり。お願いされるっていうことは、何かこう伝わってたってことですよね。っていうかだから女の子とあんまり出かけないわけ。ホキさんももうおばあちゃんだったから、ホキさんといつも遊んでたわけよ、カップンのメッシーアッシー君だったからだから篠原はだから女に興味がないんじゃないかみたいな。モテるのに、モテるのに全然付き合わないから、でそんな話もあって、私が付き合い始めた時も、本当に女なのか説があったらしい。実は一緒に出かけてるのはそう結構ね男に好かれる人なのね。ゲイの人からとかもすごく好かれる人だったので、本当ついてんじゃないかみたいな本当にやっちゃんは女なのかみたいな失礼なっていうのもね本当噂されたくらい、ちょっと面白い人だったので、そうなんですよ。でもなぜかすごく好きでいてくれたみたいで、あそこまで本当にプッシュされた落ちない人はいないんじゃないかっていうぐらい結構すごかった。そこまで押された。だってなんだろう、帰りバイトしてそれこそホキさんのところで仕事して帰る時とかにいるんだみたいな。今だとストーカー？いやだからね、ストーカーと恋人って本当に紙一重ですよ。だってこっちの気持ちが好きだから、いいけど、これ私が好きじゃなかったら怖いストーカーだよね。そうですよね。本当そう思う。やっちゃんが好意があったからOK だった。そういや嬉しいって思うのか、気持ち悪いって思うのか、本当ただそれの違いだなと思った。そうですね。だからちゃんとね、一応聞いてからやった方がいいよとかは思うけど、突然はやめようよって多分言ったような気がいきなり迎えに来るのはさ、だってどっかでフラメンコ見て友達と一緒に見に行って、じゃあ友達と一緒に飲んで帰ろうとか思ってても、劇場出るといたりとかさ、でもそばにいるよみたいなので分かってきたりするから、本当にね、好きじゃなかったらただのストーカーそう思われてたってことをカップンは分かってるんですかね。いや、いつも言ってた。だから私は嬉しいからね、ありがとうだけど、これってさ、嫌いだったら怖いよねっていう話もずっとしてた。そうなんです。だからそうだよね。でもう愛されてるなっていうたくさんの思いを受けて、そうだから50歳だったから向こうがね、付き合い始めた時に、で結婚はあるのって聞いたの。やっちゃんいくつでした？ 33 だったんだけど、そう結婚はあるのって聞いたら、結婚はないって言われたの。僕はもうこの年だから絶対君より先に死んでしまうから、一緒に住むことはあっても結婚はないなって言われたから、じゃあ他の人探さなきゃとか結婚ないんだ、私結婚したいから他の人探そうって本当その日思ってたの、言われた時にね。そしたらその日に 2,3 軒飲みに行ったんだけど、3軒目ぐらいで絶対俺はやっちゃんと結婚するぞって騒いでただから面白いなってそれでなんか男の人のね、言葉をそんなに言葉を鵜呑みにしちゃダメだよっていうのをね、多分本にも結構書いたと思うんだけど、なんかそんなもんなのよ、男の人の言葉って。何ですかね。そんなに深刻に結婚しないんだとか思うこともないし、表紙なんかひょんな表紙で変わったりとかもするなっていうのはすごく思うし、言ったこと覚えてなかったりするから。なんか自分が年上だし、やっちゃん若いし、なんか結婚なんて言っちゃいけないのかなみたいなところもあったんですかね。いや別になんか先に死んじゃうからかわいそうって、だからずっと守ってあげれないからかわいそうだから、なんか、結婚はしないって言ってた。でも数時間だよ、だから言ってた時間はねそんなもんなんですね。そんなもんです。はい。
よくわかりました。はい。